ウォルフガング・パームは失敗しました。え、失敗ですか？ええ。私の手元にある資料によりますと、彼は最初、モーグのような温かみのアナログサウンドを目指していたそうなんですよ。はい。でも、結果的に出来上がったのはですね、金属的で冷たくてすごくザラザラした全く別の音だったんです。ああ、なるほど。つまり、目指していた音とはかけ離れた失敗作になってしまったと。はい。ただですね、面白いことに、この大失敗の産物が、結果として80年代のポップミュージックを根本から変えてしまうことになるんです。へえ、失敗が歴史を変えるなんて、すごく劇的ですね。ええ。前回は、ウォルフガング・パームと PPG という会社の栄光と終焉を追いましたけれど、今回の探求ではですね、その不完全さがどうやって強烈な個性になっていったのか、はい。いわばウェーブテーブル競争曲の奇跡をたどっていきたいと思っています。ということは、今回は完成した楽器の話というよりは、音の心臓部であるウェーブテーブルという技術そのもののお話になるんですね。そうなんです。このノイズがいかにして音楽史を変えたのか、機材の表面的なスペックだけではなくて、その裏側にある設計者の思想ですとか、泥臭い音の発明史を読み解く必要があるんですよね。ええ、まさに。それこそが僕たちがこの番組でお届けしたいことなんです。こうした技術の終焉に少しでも共感していただけましたら、ぜひ自然な形でチャンネル登録と高評価をお願いできればと思います。はい。皆様の温かい応援が次なる技術資料を紐解く何よりの原動力になります。ねえ。では資料を開きましょうか。まずは発明の原点。ドイツの PPG の創設者であるウォルフガング・パームの格闘からです。皆さん、舞台は1970年代後半から80年代初頭にかけて、音楽機材の世界に少しずつデジタル技術が入り始めた黎明期の壁のお話です。リスナーの皆様、当時のデジタル環境をちょっと想像してみてください。今のスマートフォンには何ギガバイトというメモリーが当たり前に入っていますが、当時は全くの別世界なんですよね。ええ、そうですね。デジタルで音のデータを保存するためのメモリは、まるで宝石のように高価なものでした。一方で、当時のプロミュージシャンたちがこぞって愛用していたシンセサイザーの王様といえば、アメリカ製のオーバーハイムやプロフェット5といった名機でした。はい。これらはアナログ回路で作られていたんですよ。ええ。それらの名機は、分厚くて温かい音色を出すために途方もない物量を投入していました。資料によれば、一つの音を鳴らすためだけにミニモーグが丸ごと1台入っているような非常に贅沢で巨大な設計だったんです。当然、お値段も目玉が飛び出るほど高価でした。巨大で高価なアナログシンセサイザーですよね。そこでマイクで直接録音するサンプラーなら、そんな巨大なアナログ回路は不要なのではと。サンプラーという新技術も確かにありましたね。はい。しかし、ここで立ちはだかるのが先ほどのメモリの壁なんですよ。マイクから入ってきた音の波形をデジタルデータとして保存しようとすると、たった数秒間の録音であっても、莫大なメモリ容量を消費してしまいます。メモリが極端に高い当時、それはごく一部の限られた予算を持つスタジオしか導入できない、一般の音楽家には到底手の届かない夢の技術だったんですよね。そうなんです。アナログ回路を積めば巨大で高価になる。かといってデジタルで録音しようにもメモリが高すぎて不可能。八方下がりですね。そこでパームは、その極限の制約の中で、一つの計算をしました。計算ですか？ええ、数秒間という長い音が録音できないのであれば、一周期分の極めて短い断片だけを切り出して保存すればいいのではないかと。極めて短い断片。はい。彼の残した回顧録、The PPG ストーリーを引用しましょう。彼はなんと128サンプルという極小サイズに収めるアイディアを語っています。128サンプル。今のデジタルの感覚からすれば、顕微鏡で覗くような極小のサイズですよね。ええ、ただそこがどうしても引っかかるんです。なんでしょその128サンプルという一瞬の短い音のデータで、例えばピアノのように長く響く音色を弾くことは物理的に不可能ではないですか？う。はい。一瞬チッとなって終わってしまうはずです。まさにその通りです。その波形をただ一つだけではなく、64個メモリの中に順番に並べたんです。64個並べる。ですか。そして演奏者が鍵盤を押している間、その64個の波形を次々と高速で読み替えていくというシステムを考案しました。短い波形を読み替えることで、
音色が変わるという理論はわかるんです。はい。でも正直なところ、それがどういう音の変化を生み出すのか、まだ直感的なイメージが湧かないと吐露しておきます。では、こう考えてみてください。動画や音楽の再生位置をつまんでぐりぐり動かした時のことを想像できますか？キュルキュルっとなる音ですね。時間の中をただ進むのではなく、並んだ波形の列の中を移動しているという感覚ですね。並んだ波形の列の中を移動している。はい。これこそがウェーブテーブルという技術の革新的なメカニズムなんです。なるほど。短い波形でも順番に切り替えてループさせることで音が変化して聞こえる仕組みなんですね。納得しました。ええ。しかし、メカニズムが完成したことで、パームはさらに巨大で、より絶望的な壁に直面することになります。まだ壁があるんですか？波形を読み替えるシステムはもう完成したんですよね。はい、システムは完成しました。しかし、メモリーに入れるための波形の元データを一体どうやって用意するのかという根本的な問題です。なるほど。当時は、現代のようにパソコンの画面上で滑らかな波形を描けるような環境はありません。はい。かといって、マイクを使って本物の音を録音する手段もないんです。画期的なシステムを発明したのに、それを動かすための中身を作る手段がこの世界に存在していなかったわけですね。そうなんです。音の形を録音することもできず、画面に描くこともできない。では、絶望の中でパームはどうしたか。どうしたんでしょ彼は大学時代に使っていた古い音響学の教科書を引っ張り出してきました。う？ちょっと待ってください。世界で最も先進的なデジタルシンセサイザーを作ろうとしている技術者が、なぜ物理実験が載っているような古い教科書を開くんですか？見えないデジタルの波形を作るために、一度物理世界で音を視覚化する必要があったからです。なるほど。パームがその古い教科書の中で見つけたのは、ルーベンスチューブと呼ばれる物理実験の図でした。ルーベンスチューブ。音波の振る舞いを視覚的に観察するための古典的な実験ですね。僕も聞いたことがあります。資料によれば、この実験の構造はこうです。まず、長い金属の管を用意します。長い金属の管。はい。その中に可燃性のガスを満たします。そして、管の上部に等間隔で小さな穴を無数に開けておくんですね。その管の片側にスピーカーを取り付けて、管の中に向かって音波を送り込むんですよね。その通りです。そして上部の穴から漏れ出ているガスに火をつけると。ええ。すると、管の中でどのような現象が起きるか。音波が作り出す空気の圧力の違いによって、穴から吹き出ている炎の高さが、まるで波打つように変化するんです。つまり目には見えない音の波形が燃え上がる炎の高さとして空間に現れるわけですね。音の視覚化ですね。はい。パームの回顧録にはこう記されています。まさにこれを見つけた、いわゆるルーベンスチューブだ、と。解決の糸口が見えた瞬間ですね。ええ。暗闇の中で燃え上がる炎の中に光を見出した瞬間です。でも音が炎の形になっていると分かって終わりではないですよね。そこからどうしたんでしょうか？彼は定規を持ち出します。定規ですか？長さを測るあの定規ですか？はい。彼はその音響学の教科書に印刷されていたルーベンスチューブの紙のグラフに定規をぴったりと当てました。はい。そして波打つ炎が示している倍音の強さを一つ一つミリ単位で測り取っていったんです。ちょっと待ってください。頭が追いつきません。教科書に載っている紙のグラフを定規で測るって、僕にはちょっと理解が追いつかないんですが。そうですよね。炎の高さのばらつきが示している倍音の強さを手動で解析していったんです。その行動の異常さに驚きます。手作業で一つ一つデジタルデータとしてコンピューターに打ち込んでいきました。手作業で。はい。恐ろしいほどの執念ですね。最先端のデジタルサウンドを生み出すための心臓部が、まさか一人のエンジニアの定規で紙を測るという果てしないアナログな手作業によって作られていたなんて。だからこそその泥臭い不完全な手作業が、冒頭で触れた金属的で冷たく、ザラザラとした全く別の音、つまりクリレンという個性的な歴史的サウンドを生み出したんですね。はい。リスナーのあなたにもこの不完全さが個性になったという歴史の面白さが伝わっていると嬉しいです。ええ、本当にそうですね。そうした果てない苦労の末に、彼はついに64個の波形という独自の武器を手に入れたんですよね。パームがその苦労して作った64個の波形を使って、一体どんな音を出そうとしたのか。はい。PPG ウェーブといえば、冷たくて鋭い、
いかにもデジタルな音色が特徴的ですよね。よく知られていますね。だから僕はずっと、パームは最初から今まで聞いたこともない未来のデジタルサウンドを作ろうとしていたんだと思い込んでいました。そう思われるのも無理はありません。しかし、当時の資料を丹念に読み解いていくと、意外な事実が浮かび上がってくるんです。意外な事実ですか？パームの目的は、未来のサウンドを作ることとは全くの逆だったんですよ。逆ですか？はい。彼が本当にやりたかったのはですね、当時のシンセサイザーの王者、モーグのようなアナログシンセの滑らかで温かいフィルタースイープを再現することだったんです。モーグの再現。冷たいデジタルの代名詞のような機材を作った人が、実は温かいアナログを目指していたなんて。そうなんですよ。アナログシンセのフィルタースイープというと、音がスーッと閉じていって、だんだんと丸みを帯びていくような、気持ちいい変化のことですよね。その通りです。最初は明るく豊かな音が、だんだんと角が取れて、温かく柔らかく包み込まれるように変化していく。あれがアナログ特有の滑らかなスイープです。僕も音色は大好きです。でも前提知識で確認した通り、当時のアナログシンセサイザーというのは、回路が巨大で非常に高価なものでしたよね。ですから、誰もが簡単に手に入れられるものではなかったわけですよね。はい。そこでパームは、その高価なアナログフィルター回路を物理的に使わずに同じ効果を得ようと目論みました。物理回路を使わないでですか？はい。彼のアイディアはこうです。手元にある64個の波形を順番に並べ、倍音が多く含まれた鋭い波形からスタートし、それを少しずつ倍音が少ない丸い波形へと順番に読み替えていく。なるほど。このソフトウェアの制御だけで、あたかもアナログのフィルターが滑らかに動いているように聞こえるはずだと考えたんです。アナログの温かい音色をデジタルの波形切り替えで安くシミュレートしようとしたわけですね。でも、その結果はどうだったんでしょうか？その結果についてパーム自身の言葉をそのまま借りましょう。彼はこう述べています。実際に鍵盤を弾くように鳴らしてみると、モーグのスイープのようには全く聞こえなかった、と。全く聞こえなかったんですか？つまり、完全な失敗だったということですよね。そういうことになります。でも少し不思議です。デジタルであれば、アナログの物理回路を通さない分、ノイズのない、もっと綺麗で正確な音色が出そうな気がするんですが、なぜ失敗してしまったんでしょうか？そこで当時のデジタル技術の限界という壁が再び立ちはだかるんです。デジタルの限界ですか？デジタルだからこそ綺麗に聞こえるというのは現代の感覚であり、当時のデジタルだからこそ荒かったという事実を指摘しなければなりません。なぜノイズのない綺麗な音にならなかったのか。彼が定規で測って入力した波形データのことを思い出してください。波形一つにつき128サンプルという極端に荒い解像度であったことが記録されています。128サンプル。信じられないくらい解像度が低いですね。そうなんです。僕の感覚で言うと、昔のコンピューターのカクカクしたドット絵のゲームみたいなものでしょうか。滑らかな曲線を描きたくても四角いブロックの集まりになってしまうような。私も同じ印象を受けます。まさに音のドット絵ですね。パームはそのカクカクの荒い波形から別の波形へと次々と強引に切り替えていきました。アナログの滑らかな変化を模倣しようとしてです。するとどうなるか。波形と波形のつなぎ目にどうしても不連続な段差が生じてしまうんです。アナログのスーッという滑らかな音のカーブじゃなくて、カクンカクンという階段状の段差ができてしまうんですね。だから階段状のステップノイズが混ざってしまったんだ。しかし、パームはその失敗から生じた副産物に耳を奪われることになります。彼の回顧録にはこう記載されています。モーグのスイープのようには聞こえなかった。しかしそのすべてにクリレンが付加されており、これが後に PPG ウェーブを有名にしたのだ、と。クリレ。それはドイツ語ですか？一体どういう意味を持つ言葉なんでしょうか？英語ではジングル。つまり、じりじり鳴る音と訳される言葉です。じりじり鳴る音。低い解像度の波形が切り替わる際に生じる金属的でザラザラした冷たくも鋭いデジタル特有のノイズのことを指しています。不完全な段差のノイズが集まってジリジリという金属的な響きになっていたんですね。驚くばきはパームがそのジリジリという耳障りなノイズをエラーとして捨てなかったということです。エラーを修正するのではなく、そこに新たな音楽的な個性を見出したんです。そしてその音はやがてレコードの中へ入り込んでいくことになります。はい。資料には
パームと親交のあった電子音楽家クラウス・シュルツ、タンジリンドリームのホワイトイーグルやハイパーボリア、あるいはトーマス・ドルビーの作品群に使用されたと記載されています。当時のリスナーたちは、その音が PPG ウェーブという機材から発せられているとは知らなかったかもしれません。しかし、このエラーから生まれた冷たくガラス質な響きは、確かに時代の音楽の中に存在していたんです。温かいアナログには絶対に出せない冷たくて鋭いノイズが、新しい音色の個性として受け入れられていったんですね。それまでのシンセサイザーは、固定された波形をフィルターでただ削るだけという表現しか存在しない世界でした。はい。しかし、PPG ウェーブの登場によって、倍音がじりじりと動きながらモーフィングしていくという全く新しい表現手法が誕生したんです。そんな新しい世界が開かれたんですね。PPG ウェーブが切り開いたこの全く新しい表現は時代の寵児となります。はい。その後、トレバー・ホーン、アート・オブ・ノイズ、デペッシュ・モードらにも使用され、その独特のデジタルサウンドを世界中へ広げていきました。名だたるアーティストたちが、そのエラーから生まれた唯一無二の音の虜になっていったわけですね。アナログを模倣しようとして失敗し、そこから生じた不完全なノイズがミュージシャンを熱狂させる唯一無二の個性へと反転したんです。すごい逆転劇ですよね。圧倒的なメモリ不足という厳しい制約こそが、結果としてウェーブテーブルという偉大な発明を生み出すための絶対条件だったと言えます。制約がなければ、そして失敗がなければ、あの冷たくも美しい音色は生まれなかった。はい。失敗が新しい音を生んだという事実は、非常に深い意味を持っていますね。そしてこの動く倍音というかつてない強烈な音響体験は、ヨーロッパにとどまらず、海を越えたアメリカの技術者たちにも大きな衝撃を与えることになります。なるほど。次は海を越えてアメリカへと波及していくんですね。はい。次回、影響編について語ります。PPG に刺激を受けたライバル企業のエンジニアが、どのような奇抜な発想でこの動く倍音に対抗しようとしたのか。いよいよアメリカへ舞台が移るんですね。はい。泥臭いモジュラーシンセでの実証実験と、計算外の歪みが生み出した名機のドラマに迫ります。どうぞお楽しみに。